日本に軍事侵攻がある確率はどのくらいだと思いますかでいくと、そう八重山諸島とかまずいよっていう話なんですよ。台湾侵攻というのは、実は日本も含んだ戦争になる可能性が高いんじゃないかなと僕は思ってます。2025年に大災害か戦争が起きるかもという説を最近よく耳にし、塞い込んでいます。戦争が起きたとしても、地方に住んでいる人には関係ありません。沖縄とか石垣島に住んでますっていう人であれば、台湾と中国が戦争する可能性はあるよねっていうのは、アメリカの割と偉い人も言ってたりするんですよ。なんだっけな、海軍大将みたいな人、その役職忘れちゃったんですけど、2028年までの間に中国の台湾侵攻はあるのではないかっていうのを主張している人がいて、で、その可能性も結構高いよねと言われているんですよ。で、それはその習近平さん、習近平さんが、今のところ中国あんまりうまくいってないんですよね。コロナの前までは、すごくうまくいっていて、中国さすが習近平さんさすがって言われたんですけど、コロナ以降、習近平さんあんまり良くないよねと言われていて、で、もともとその中国の一番偉い人っていうのは人気制だったんですけど、習近平さんってその人気ぶっ飛ばしたんですよ。なので、習近平さんいつまででもできるよってなると、いつまででもできるという権限を持った以上は、何か他の人だとできないような中国の歴史に残るような出来事というのをやるべきだよねというふうに考えているっぽいんですよね。で、それが中国の歴史に残るようなでかい出来事っていうと、やっぱり台湾併合になるんですよ。ワンチャイナって言われ方をするんですけど、要はその中国と台湾っていうのは分かれているんですけども、これは一つの国なんだから、一個の国にすべきだよね。で、台湾ももともと台湾じゃない、香港も、もともと別の構造だったんですけど、で、別のシステムで一国二制度っていう形でやろうよって、一応マカオも多少違うんですけど、なのでそのシステムが違う地域として、マカオと香港っていうのと、中国本土っていう3つあったんですけど、で、マカオはとっとと中国本土に入れられて、で、香港は、いや、システム違うままで行こうって言ってたじゃんっていうのを、割とその中国から軍隊を送っちゃったりして、で、一生懸命香港の人たちがデモとかしたんですけど、そんな力には勝てないよっていう形で、香港も中国のシステムに乗り込まれてしまいましたっていうので、あれはその中国本土の人からすると、よくやったということなんですよ。で、次に最後の目の上の単行部というのが台湾なんですよ。中国人としては台湾も中国だと思ってるし、国際社会としても、基本的に日本も台湾っていうのはあくまで地域であって、国としては認めてないんですよね、日本も。で、台湾、その国連の多くの国の先進国も、あくまでその台湾と呼ばれる地域があって、それは中国と別の国ではありませんという評価をしてるんですけど、でも台湾の人たちは、その中国とは、その中華人民共和国と違って、僕ら中華民国だよね、台湾という別の国だよね、という意識でいるんですけど、中国本土としては、これはやっぱりいつか自分たちの国だよねっていうのを明確にしたいと。で、それが習近平さんの、やりたいことの一つとして上がっていて、で、それが今、その支持率が低い状態なので、それをやることで支持率を上げるのだとすると、2028年ぐらいまでにはやるんじゃねえのっていうのが割と言われてる状況なので、なので、その九州だったり沖縄だったり石垣島だったりっていうところは、そこら辺の戦火に巻き込まれる可能性があるので、地方在住であれば、もっと東北とか北海道とかに行く方がいいんじゃないかなと思います。向こう50年日本本土に軍事侵攻がある確率はどれくらいだと思いますか？よろしくお願いします。中国の人たちが台湾と呼んでいる地域に八重山諸島が含まれています。で、その中国が言ってる台湾ってどこまでかっていうと、八重山諸島も中国は台湾って呼んでるんですよ。なので、中国がここ取りますよ、取りに行きますよと言ってる部分が、日本国は日本だと思ってる部分も含まれてるんですよ。ではその尖閣諸島も中国国内ではあれ中国やろって言ってるじゃないですか。で、竹島も韓国の人たちは、あれは独島っていう名前で韓国の領地であると思ってるわけじゃないですか。なので、日本の人は台湾が中国、その中国が台湾侵攻で台湾取られるんだ。その対岸の火事だけど大変だよね、手伝えよねって思ってるんだけど、いや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 、中国が台湾って呼んでるところは、八重山諸島も含んでますよ。なので、台湾取りに行くぜって言った時、八重山諸島も全然取られますよっていう話なので、そこをもうちょっと考えていただいた方がいいと思うので、なので、日本本土に八重山諸島を含まないのであれば、大丈夫かもしれないですけど、その本土とは何ぞやっていう話で、そのうちなんちゅとヤマトで、その沖縄の人たちは沖縄という島。で、ヤマトの人たちは、その日本のその本当の方を日本と呼んでいる。
なので、日本ではないという考え方というのが薄々あるんですけど、僕これ、その日本本土っていう日本人の、本土に住んでる人たちの言い方も良くないと思ってて、要はその九州だったり、沖縄だったり、八重山諸島だったりとかっていうのは、本土じゃないんだから、何かあったとしても日本は大丈夫だよねという、その切り捨て方の感覚を持っちゃってる気がするんですよ。なので、その日本本土という言い方じゃなくて、日本に軍事侵攻がある確率はどのくらいだと思いますかっていくと、そう八重山諸島とかまずいよっていう話なんですよ。で、一応自衛隊の基地とかあるんですけど、レーダー基地とかあるので、なので、その中国がガチで攻めてこようとすると、一応その台湾を守るぜってアメリカも言ってるので、そうするとじゃあその日本の八重山基地にあるレーダーの情報というのはアメリカ軍はもちろん使いますと。で、なので、その台湾を守るための戦争が始まった時に、その日本のレーダー基地である八重山諸島も狙われる可能性めちゃくちゃ高いんですよね。で、もともとそこ台湾だというふうに中国も思ってますということなので、なんで台湾侵攻というのは、実は日本も含んだ戦争になる可能性が高いんじゃないかなと僕は思ってます。なので、その日本の人というのは日常がずっと続くと思っていて、その別になんかその中国が攻めてきたりとかないよねとか、そのロシアがウクライナ攻めるとか起きないよねとか、なんかそのイスラエルの人がガザに攻めるみたいなのはないよねと思いがちなんですけど、割と今時代というのは動いているんですよ。で、その、ロシアがウクライナに攻めたときに、BBC のアナウンサーがめちゃくちゃ叩かれたんですけど、犠牲者は私たちのと同じ青い目と金髪の人たちなんですっていう言い方をしたんですよ。その、じゃあ、今までテロとか内戦とかってアフリカすげえあるんですよ。マリでじゃあ、そのなんかボコホラムみたいな人たちがめちゃめちゃ人殺してますとか、アフリカでもあるし、中東でもイエメンとかだったりとかめちゃめちゃ内戦してるし、なので、その、中東だったりアフリカはバンバン人死んでるんですよ。でも、その欧州、アメリカの人がウクライナをなぜ支援したかっていうと、金髪青い目だから支援したんですよ。で、そんなわけないじゃんっていう人たちも一応いたんですよ。いやいや、ウクライナは言うてもヨーロッパだから支援してるだけで、金髪だから青い目だから支援してるわけではないんです。で、ウクライナの人たち、その、一応交渉によると、なんか8000人か9000人亡くなっていますと。なので、それくらい民間人が亡くなるのは良くないよね。だからウクライナを助けるべきだよね。というのが西側諸国、日本も含めて言ってるんですけど、交渉でいくと、ガザの人ってもう8000人ぐらい死んでて、多分時間の問題でガザ地区で死んだ人数は、ウクライナで死んだ民間人の人数を超えます。いや、そのロシア、ウクライナは今ちょっと戦争も1年以上やってるんですけど、均衡していて、民間人はそこまで死ななくなったんですよ。でも、ガザ地区って今でも民間人バンバン死んでるんですよ。で、それは別にロケット砲で殺したわけではなくて、電気がありません、水がありません。で、っていう状態でいくと、弱い、例えば病人とか病院にいる人は、時間の問題で死ぬんですよ。だって薬もないからね。電気もないからね。で、綺麗な水もないからね。っていう状態で、どんどん人が死んでるんですよ。なので、残念ながら、そのガザ地区の民間人、パレスチナ人というの死者はどんどんこれから増えていきますと。でも、そのパレスチナの人とウクライナの人、同じ民間人が同じ人数死んでますけど、ロシアほど攻められてないんですよね、イスラエル。ロシアは欧州からめちゃくちゃ攻められたじゃないですか。良くないと。で、アメリカからも攻められたじゃないですか。これは良くないと、そんなことするなと。で、じゃあ、その、ウクライナに対して兵器をあげようっていうので、で、日本でもじゃあ、その、なんか、ウクライナを支援しようっていうので、お金を送ったりとか、その、岸田首相がウクライナ行ったりとかあるんですけど、同じ人数死にました。でも、パレスチナ人って、残念ながら金髪でもないし、目青くないんですよ。じゃあ、他の欧州助けるかっていうと、助けないでイスラエル寄りなんですよ。で、フランスもイスラエルを支持しますって言ってるし、アメリカもイスラエル支持しますって言ってて、で、日本でもイスラエル支持しますっていうのを外務大臣が一応言ってるんですよね。で、いやいや、日本人、金髪でもないし、目青くもないし、人種としてはパレスチナ人の方が近いんじゃねえと思うんですけど、でも日本人は名誉白人なので、なんかその、とりあえずパレスチナ人は迫害される側で、俺たちは金髪青い目側だよねって思ってるので、パレスチナ人側につかないっていうのがあったりするので、
なので、こうなんか、平和な時代というのはもう終わってしまったというのが今の現状で。で、日本人というのは一応名誉白人側にいると思い込んでいるっていう、これいつまで続くんだろうね。いやー、だから、あなた方白人じゃないですよっていうのは、なんか僕は思うんですけど、なんか皆さん、なぜかその欧州、白人側にいると思い込んでらっしゃるんですよね。核保有国の独裁者が病気になり、自分も死ぬからその後の世界めちゃくちゃになれと思って核を撃ってしまう可能性ってないですかね。核を撃つはないんですよ。ロシアはわかんないんですけど、アメリカの場合も一応アメリカ大統領が言ってることが、ちゃんとこの人精神的に大丈夫かなというのを確認するシステムというのがあるので、精神的にやばいってなると、一応核ボタン的なものをラグビーボールが押されたとしても、現場の人が止めるというシステム自体はあります。なので、一応本人の大丈夫かな確認っていうのはあるので、なので頭おかしくなっても、大丈夫というシステム自体はアメリカはあるんですけど、ロシアはね、よくわかんないですよ。でね、ロシアの場合はね、どれぐらいの量の核ミサイルが、どこに撃たれるかっていうのがわかんなくて、核の手って呼ばれる仕組みがあるんですけど、その、何らかしらロシアが攻撃をされた場合に、自動的に核ミサイルを発射するという仕組みがあり、で、核ミサイルを発射するという仕組みが動いたら、連携している他の核ミサイルが格納されている場所も連続して自動的に核ミサイルを発射するシステムがあるらしいと言われているんですよ。で、これがあるらしいは結構信憑性があるんですけど、で、それがなくなったという話は今のところ聞いたことないんですよ。なので、そのロシアに対して攻撃を仕掛けて、それが発動してしまった場合に、どこに核ミサイルが飛んでくるかわかんないんですよ。で、ロシア国内だけじゃなくて、レニングラードみたいな、フィンランドの下の方に、じゃあロシアの、隔離、なんか飛び地の、土地があるんですけど、で、そこに核ミサイルめちゃめちゃあるみたいな話もあったりして、で、どこに核ミサイルあるかわかんないし、大量に撃たれるんで、1個2個だったら撃ち落とせるかもしれないですけど、大量に来たらやっぱ撃ち落とせないですよね。イスラエルがアイアンドームっていう仕組みがあって、ガザ地区から飛んでくる迫撃砲とかを自動的に撃ち落とす仕組みっていうのがあるんですよ。でも今回それが機能しなかったと言われているのは、機能はしたんですけど、飛んでくる弾数多すぎたんですよ。っていうのがあって、なのでそのロシアがいきなりじゃあその核の手が動き出して、いろんなミサイルの格納庫がもうどこにあるか分かんないのが一斉にドーンってなった時に、何発か多分撃ち落とすと思うんですよね。撃ち落とせないのがあると思うんですよね。アメリカでも。で、多分核ミサイルを撃ち落とすという機能は日本にはありません。例えばイージス・アショアみたいなので一応あるんですけど、で、それが、バーンって撃ち落としたとしても、日本上空で核ミサイルが爆発した場合は、残念ながら日本に核の放射能とかはいろいろ落ちてくるんですよ。広島に落ちた核爆弾って、核爆弾は広島の地面に当たって爆発したわけではないのです。核爆弾の爆発する爆発力を最大限に発生させるためには、空中で爆発させた方が効率が良いのですよ。要は地面に落ちてしまって、地面にめり込んで爆発をした場合は、横にしか広がらないんですよね。で、上に行ったとしても別に大したエネルギーにならないので、で、下半分のエネルギーは全て無駄になってしまうんですよ。なので、空中で丸く爆発させるのが一番効率よく爆発のエネルギーが使えるよねってなるので、空中で爆発させるという方が、実は核ミサイルにとってみたら効率がいいんですよ。なので、その核ミサイルを止めるのであれば、ロシアで発射した瞬間に、ロシアにドーンって撃って、ロシアで爆発させるっていうのが一番効率がいいんですけど、残念ながら日本は法律上、他の国にミサイルを撃つことはできないので、日本が迎撃できるのは、日本の領土に入った時に初めて
その撃墜することは可能なんですけど、日本の領土、領空で核ミサイルを爆発させてる時点で、もうそれは核のそのエネルギーも地面の方に来るし、でその後放射能なる放射性物質というのもずっと上空からバラ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 落ちまくってくるので、結果としては撃墜したとしても、もうその土地には住めないよね。で、その後に人はそのなんかいろいろ死んでしまうよねっていうのは変わらないので、なので、ロシアがガチになった場合というのは、日本はもう止めようがないっていうのが現状じゃないかなと思います。そのレールガンで、どの上空、どのあたりかなんですけど、めちゃめちゃ高度が高くなって、なんか宇宙までも、そういうめちゃくちゃ高い、なんか上空2万メートルとかのとこまで上がって落ちてくるんであれば、その上空2万メートルをレールガンでボーンって当てるっていうのだったら、薄まってくるかもしれないんですけど、そうは言ってもむしろ日本の上空だから、広い地域に広まって、かなりめんどくさいことになってますよね。要は広島に原爆が落ちました。で、広島は確かに落ちたんだけど、でも、大阪は大丈夫だったじゃないですか。だから広島とか、岡山も多少影響がありましたっていうので、そこら辺の地域自体は確かに放射線落ちたなんですけど、じゃあ上空2万メートルで撃ちましたっていう時に、広くそれが散らばってしまったせいで、大阪、岡山、広島、山口、鳥取、島根、で、北九州までも放射性物質が広がってしまいましたってなると、多分そっちの方がコストが高いですよね。で、あと、電磁パルスの問題っていうのがあって、上空で原爆のようなものが爆発してしまうと、その下にあるその地域で、電化製品全部ぶっ壊れてしまって、電気製品使えなくなるよねっていう、ECM 的なものがあったりするんですけど、それも起きてしまう可能性があったりするので、なので、あんまり上空で爆発した場合は、確かに爆風で建物は壊れなかったかもしれないけど、その後、放射性物質というのが落ちてきてしまうので、で、じゃあ大阪、九州まで含む地域に放射性物質が起きてしまい、EMP か、起きてしまいましたってなった場合に、そこの土地を買うやつが現れると思いますか？要は広島だけで起きましたってなったら、大阪とか福岡とかは普通に商業は成立するんですよ。でも、広い地域に放射性物質が起きてしました。で、即死するレベルではないけど、薄く放射性物質が落ちてきましたってなった場合に、その土地買う？それより東京の土地買った方がいいよねとか、東北の土地買った方がいいよねってなるじゃないですか。なので、誰もその土地を買わなくなって、もちろん住む分にはいいかもしれないですよ。別に放射性物質が落ちてきたとしても、即死するわけではないので、生活はできるんですよ。で、広島も原爆が落ちた後も、別に人は生まれて死んで、生活はできてるんですよ。なので、生活は可能なんですけど、そこまで放射性物質が落ちてるかもしれない地域の家、土地を買うやつはいますかっていうと、やっぱならないんですよ。なので、レールガンで爆発させたとしても、じゃあ、無害かというとそうでもないということで、ロシアやべえって話だと思うんですよね。